皆さんこんにちは。今日も漫画コラムの時間です。世界各国のその国の言葉を誕生させるための神の一手として漫画センターがあった方がいいという話をしました。特に先進国でない国は神の一手だ。本当にあるといい、先進国も必ず必要なところが多い。あらゆる国の神の一手だということを知りました。漫画センターがあったら良いということはもう分かりました。それでは漫画センターはどんな仕事をすればいいでしょうか。一言で結論を下すことができます。漫画センターはその国の漫画のためにあらゆることをします。漫画センターは私の母のようでなければなりません。子供のために全てをしてくれるお母さんのようなところでなければなりません。漫画家と漫画家志望生たちが成長して生きていくために、産業を発展させ維持するために、そして関連した文化が成長していくために必要な全てのことをするためのところがまさにその国の漫画センターです。ここで重要なことは決してビジネスをしてはいけません。ちょっと待って、必要なような気もするし、国営企業の漫画プラットフォームしなければならないのか考えてみたら必要かもしれませんね。漫画産業を研究し、その国の漫画産業の動向を分析し、レポートを作成し、グローバル漫画市場を研究してレポートを作成して、それによって企業や国の提案書を作成するのです。あまりにも重要なことです。本当に大事なことですよね。これを世界で一番上手なところが私の故郷韓国です。最高にいいレポートが出ます。そして支援事業を行います。支援事業の中でも私立体を支援する支援事業も当然必要です。でも漫画家志望生の方や新人漫画家に限定して話をします。今日のテーマはこれです。漫画家志望生や新人漫画家のための国が運営する漫画センターはどんなことをしてあげるのがいいかな。宿泊施設を提供してほしいです。宿所を提供しなくても良いと思います。通勤できてもいいですよ。しかし宿泊施設が提供されればとても良いです。私が知っている日本と韓国の漫画家志望生たちと新人漫画家たちは、家に帰る時間がないほど一生懸命勉強して働くからです。私が経験した後輩たちは絶対にのんびりしません。家に帰る時間がありません。だから宿舎を提供してくれたらいいと思います。この宿舎はとても安いか無料の方がいいです。代わりに必ず審査をしなければなりません。立派な人々がここに集まらなければならないし、ちゃんと審査を受けて選ばないといけません。きちんと審査せずに行う場合はとても悪く変質する可能性があります。そしてとても良い必要はないけど、どうにか生活できる程度ならいいと思います。素敵なホテルや居心地の良い我が家を一緒に作る必要はないと思います。むしろそのようなお金があれば、もっと多くの人々を入居させた方がいいでしょう。そしてもっと重要なことは、このような宿所が運営される漫画センターは管理がよくできているのが本当に重要です。私が必ず申し上げたいことは、酒は飲ませてはいけません。本当ですよ。私が本当に話すんですけど、集まってお酒を飲むのを防がなければなりません。本当にお酒を飲まないようにしないといけません。そしてどんな深刻な問題が発生したり、それとも一生懸命勉強して働かないといけないのに、ただ無料だから来て遊んで、あるいはパーティーだけして、そういうところでなくなるように、私が1年間お金をかけずに遊んで
ゲームをしていける場所じゃないように、その程度の管理は必要だと思います。朝起きてみんな体操をさせたり、歌を歌う必要はないと思います。軍隊である必要はないと思います。修道院である必要も絶対ないでしょう。ある程度の管理が必要だと思います。たくさん悩まないといけない問題なんですが、とにかく酒類の搬入はできません。その次に、安いか無料の食事が提供されると良いでしょう。食べ物が提供されるところならいいです。私がいつも気を使っているんです。貧しい漫画家志望生は私がいつも一番気を使う対象たちです。立派な漫画家になる人たち、しかし貧しい人々、ピアノを習うためにはお金があればいいのですが、漫画家なら誰でもなれるはずです。それが漫画の素晴らしい長所です。そうすると食事代が安かったり無料だったりするといいと思います。立派な漫画家志望生や可能性のある新人作家であることを証明し、入居したり勉強をしに来たんですが、あるいは仕事をしに来たんですが、手軽に食事ができるように安いか無料で食事をしたらとても良いでしょう。おやつやコーヒーやカフェイン飲料なども提供されるといいですね。私が韓国と日本で漫画家たちと漫画家志望生たちが経験したことによると、皆熱心なので徹夜する場合が多いです。ご飯を食べるとき、おやつがないといけません。おやつがあるかないかは大きな違いです。私たちは映画のような存在です。よく大きくするためには餌を与えなければなりません。餌があってこそ生産性が上がるんですよ。徹夜で勉強をしたり漫画を描いたりするには、私たちは餌がなければなりません。でもおやつは無料が良くないと思います。安いのはとてもいいと思います。必ず提供されるシステムがあるといいですね。そして漫画を描いたら会議をする必要もないし、あるいは漫画家や漫画家志望生同士で交流を少しはする必要もあるじゃないですか。集まってお酒を飲むのは別の話ですが、ただセンターの外では賛成です。外では漫画家たちが集まりましたが、お酒を飲まなければなりません。でも会議をしたり交流のために会議室もあればいいし、その次におやつや飲み物を安く提供してもらえるといいじゃないですか。とても良いと思います。その次に漫画図書館があるんですが、私はない方がいいと思います。漫画図書館センターはセンターを運営建設する公務員がとても高い確率でこういうのがあるといいんじゃないというふうに思えると思います。しかし私の考えでは、それは税金の無駄遣いで、産業や地方の学生にはほとんど役に立ちません。皆さん、税金は1銭でも大切なものです。大切に使わないといけません。だから別に漫画図書館センターを建設するために使う必要はないと思います。もし国会議員たちがそのセンターを視察しに来たら、すごいね、かっこいいねとは思うけど、しかし私はあまり役に立たないと思います。むしろ邪魔になるかもしれません。その空間に、その費用に、いっそ漫画センターに勉強部屋を増やして、より多くの人々を入居させたり、勉強できる機会を与えた方がいいです。強力な話し方を誕生させるには、漫画を勉強したり描いたりできる場所が多ければ多いほどいいですよね。約1万席ぐらい、ドジャーススタジアムくらいの規模ならいいですね。だから図書館を建てる空間と予算で、ドジャーススタジアムが建設できない以上は、いずれにせよ大きさが大きいほどいいでしょう。そして展示会、漫画と関連した巨匠の展示とか、立派な新人作家を見せるための展示会や、漫画家志望生に作品を見せる展示会、こういう展示会、本当に申し訳ないですが、趣旨はとても素敵だと思うけど、戦時行政です。私が31年間2つの国で展示会のためにデビューする人を見たことがありません。その展示会で人生が変化する漫画家や漫画家志望生を一人も見たことがありません。展示会は税金の無駄です。
展示会をされた方々がいらっしゃったら本当に申し訳ありません。ところで本当に申し訳ありませんが、もう一度考えてみてください。皆さんより私の方が専門家です。私は2つの国で31年間全部見たんですよ。浪費です。むしろ展示会をする空間と予算に漫画の勉強部屋を増やした方がいいです。目標はドジャーススタジアムほど。ドジャーススタジアムの規模がダメそうだったら、ドジャーススタジアムの近くに建設した方が良いでしょう。むしろ勉強部屋を増やして量を増やした方がいいです。その次にセンターに漫画マーケットがあればいいです。漫画も売ってるし、グッズも売ってるし、フィギュア、T シャツ、YouTube 用のマスク、漫画の道具も売ればいいでしょう。ちょっと待って、国が運営するものなのにお金を稼いでもいいのか。そんな商業的な空間があってもいいのかな。私は賛成です。税金は節約すればするほどいいからです。税金はとても貴重なものです。そのためこのようなマーケットを運営して収益が発生すると、それだけセンターの経費を節約できるじゃないですか。税金がかかるのを節約できます。それにこのマーケットはとても良い漫画展示室の機能をしています。本当の漫画家なら、私の作品がかっこいい展示館にかかっているより、オタクたちがいっぱい集まってくる漫画売り場に私の作品と私のグッズがあるのがもっと嬉しいです。他の人はともかく私はそうです。それでそうやって見物するとどれだけ楽しいですか。買って自分のものにできるじゃないですか。本当に楽しいことじゃないですか。このシステムは新人漫画家や漫画家志望生の役に立ちます。勉強もしながらグッズを売って収益も出ていいじゃないですか。その次にセンターは作業環境を提供することをお勧めします。ここで作業環境を提供することは単にスペースを意味するものではありません。良いタブレットと良いコンピューターのようなものがあれば良いです。多くの漫画家志望生がお金がそんなに多くありません。これらをセンターで無料で、あるいは非常に安価に数千ドル以上の装備を使って漫画を描くことができれば、このように税金が使われるのはとても良くないですか。そういうスペースがあるならセンターはとてもいい働きをしているのではないでしょうか。漫画のすごい長所は、貧乏人も金持ちも実力のない人や世界で一番偉大な漫画家や同じ道具を使えるということなんですけれども、デジタル時代にこれが崩壊しています。私はこの崩壊を防ぎたいです。しかしデジタルツールは高価なものをどうしますか。インク、ペン先、紙より高いものをどうすればいいですか。デジタルツールはもっと安くするのが難しいですよね。この部分をセンターでやってくれるならどうですか。何卒お願いだからぜひしてください。センターを建てるとしたら、どんなに貧しい漫画家志望生もそのセンターで最高のデジタルツールを使って漫画を描けるようにぜひしてください。そして次、とても私の独創的なアイデアです。スキャンサービスが提供されることをお勧めします。ここでスキャンサービスが提供されるということはいいスキャナーがないといけない。そのスキャナーでスキャンを行う必要があるを限定するものではありません。補正作業もしてあげないといけません。それからは漫画の原稿がこの形になるような加工が必要です。ちなみに私がコロナ時代にデジタル作業環境に変換する前に、私はペンと筆で漫画を描いたじゃないですか。その時はスキャナーでスキャンしたんです。このスキャナーを使えそうなものを手に入れるのがとても大変でした。なぜならスキャナーがだんだん消えていくんです。私たちの漫画の作業に必要なスキャナーを買うのは並大抵のことではありませんでした。それでその時同じスキャナーを2台持っていました。理由はスキャナーが生産中止になることへの備えでした。それで国が良いスキャナーを提供してくれれば良いでしょう。そのようにスキャナーでペンタッチをした分や筆で描いたものをスキャンしてデジタル原稿になるように補正する際もフォトショップで32段階の過程を経て書きました。このコースをサポートした方がいいのではないでしょうか。今はスキャナーを手に入れるのも難しくて、良いスキャナーはとても高くても
この変換過程の原稿を作る補正過程、加工作業もすごく大変なんです。皆さん、デジタルプラットフォームで提供される漫画はデジタルでするべきだとお考えでしたら完全な勘違いです。むしろ鉛筆で描くこともできるし、指で描くこともできます。カレンダーの裏側に鉛筆で描いても、スキャナーが素晴らしく、補正過程が良ければ立派な漫画原稿になれます。革命が起こるんです。スキャンサービスでその国のどんなに貧しい友達も漫画家になって、グローバルプラットフォームで作品を発表しながら活動できる公平な機会を得るんです。想像するだけでも良くないですか？原稿を作って心配なく、私が使えるただの道具として持って原稿を作ります。その次にサンプルを持って行ってセンターに持って行ったら、そこでスキャンしてもらってデジタルデータにしてくれるんです。私はすごくいいと思います。漫画に哲学と漫画が好きだった理由が守られるのです。誰もが夢を見て努力さえすれば漫画家になれるというのが実現するのです。これを買うために37万円を使う理由がなくなるのです。そして教育プログラム、ちらっと考えたらすごくいいと思って急いで考えてみたんです。でもあればいいんだけど、なくてもいいんじゃないかな、こういうふうに思いました。なぜなら教育プログラムは大学のようなところでやってもいいし、企業が運営する学校とかでやっても十分なんじゃないかな。その代わりにセンターが教育に関する仕事を手伝ってくれるなら、企業が学校を作るときセンターを安く利用できるといいですね。センターの建物や敷地を安く利用できるといいですね。そうするとその企業が運営する学校の教育費を下げることができるじゃないですか。さて、ここで重要なこと、センターの土地は広いほどいいです。すごく広いのもいいです。学校がいくつも入るほど広いといいです。セミナーもいいですね。その国が運営する漫画センターがセミナーを推薦すれば最高です。セミナーは言葉では言い表せない程よい機能を果たします。問題はセミナーをするのが簡単ではないということだけです。しかしセンターが税金でセミナーを開催すると話は変わります。セミナーの結果を発表するにもとてもいいし、マスコミ報道で作るのもいいし、センターに入居した人たちがセミナーを勉強すれば人々がセミナーを見ることができるじゃないですか。タイミングがよく合えば見れるじゃないですか。こういう時に良いセミナーは普通の漫画教育とは比べ物にならないほど密度が高く良質の教育を提供することができます。セミナーは本当に素敵な教育です。そして次、国が運営し管理をすれば海外の著名人を招待することができます。一人ではなく多数を招待することができます。そしたらすごくいいじゃないですか。私の場合、2007年に韓国で中国漫画セミナーが開かれるということで、それで韓国に行ってその中国漫画セミナーを見ました。私が韓国まで行った理由は、その時中国漫画の未来がとても楽しみでとても気になったんです。私が世界の漫画を考えてみた時、中国の漫画について知りたいと思いました。その時ちょうど韓国でセミナーをしていたんです。中国語は当然できません。韓国語で通訳してくれて、冊子も韓国語で出てくるんですよ。とても大きな参考と勉強になりました。いつかそれに関する話もできたらいいですね。その次に重要なことを言いますと、センターで海外進出のためのプログラムが運営されればと思います。例えばどこかの国の漫画センターです。その国の漫画家の中にはグローバル漫画プラットフォームで活動したい人もいるでしょうが、海外よりはアメリカ市場で活動したがる方もいるし、日本の漫画界で活動したいという方もいます。またはヨーロッパ、韓国、中国で活動したい場合にそれを手伝ってあげるんです。相談もしてくれて、ノウハウとかもちょっと提供してくれて、
助けることができることは助けるし、特に翻訳と通訳を提供してくだされば良いと思います。しかしグローバル漫画プラットフォームができると、自動的にグローバル漫画プラットフォームが翻訳するでしょう。 AI がやってくれるでしょう。それでは海外進出プログラムが必要ないのか。いいえ、絶対に必要です。作品を翻訳するだけではできないからです。作品だけ翻訳すれば海外進出ができるわけではありません。その国の文化も知らなければならず、市場の動向も知らなければなりません。どんなメディアがあるのか、読者の成功はどうか、その次に編集者にも会わないといけないじゃないですか。会議もしないといけないじゃないですか。作品を翻訳するだけではできません。こんなにたくさんのことをグローバル漫画プラットフォームが全部合わせたらわからないけど、そうでない時はその国の漫画センターがやってくれるならとてもいいと思います。そうやってノウハウが積もれば、そうやって海外に出た人、例えば日本の漫画界だったら、そのように日本漫画界に進出した人に 99% は自国に帰ります。自国に戻ってきて学び、経験し、成長したものを使います。私はそれを箱舟論と呼んでいました。そのように呼んだのは2007年でした。海外進出作家たちが戻ってきて自国漫画界の成長に大きく寄与する、そういう現象についてですね。その次に要件が少し似ているんですけど、全く違うものがあるんです。外国人のための支援プログラムです。これはすでに漫画強国の国々、漫画強国、強力で巨大な漫画市場もあり、とても立派な漫画界と事業体を持っている、こんな国の漫画センターは逆に外国人を受け入れて活動させるための支援プログラムがあるといいですね。外国人がその国で活動するために言語を基本的に学ぶべきだと当然自然に思うでしょう。でもそのためには時間がとてもたくさん必要です。その時間だけその外国人はそれほど漫画の勉強をしなくなります。それだけ実力が落ち、競争力が落ちます。さあ皆さん考えてみてください。ある国と言わずに日本と言いますよね。例えば日本の漫画界は日本語がとても上手な外国人が必要ですか？それとも一生懸命漫画を上手に描く外国人が必要ですか？当然後者です。その人が日本語も上手になったらもっと良いだけです。しかし日本語で勉強する時間を使った分だけ、その人が本来出せる能力を発揮できないしかないです。必然的なのです。この現象が理解できなければ、日本の漫画志望生たちがわけもなく英語で漫画が描けるくらい英語の勉強をしなければならないと考えてみてください。そうしたら今ほど立派な漫画家になったのでしょうか。そういうことです。当然外国語で勉強しても十分立派な漫画家になれます。しかしその時間を無駄にしなかったならもっと立派な漫画家になったと思います。もっと漫画を描けたはずです。私はこのジレンマから自分で判断して一人で選ぶべきでした。一人で私が個人的に耐えなければなりませんでした。それでは私が方法を探して克服しなければなりませんでした。けれどセンターが支援してくれるならどうでしょうか。漫画強国では必要だと思います。特に出生率が低い漫画大国なら必要だと思います。次が最後です。これは普通の漫画センターとは違います。私はどこかにはグローバル漫画センターがあったらいいですね。それはその国を支援する漫画センターではありません。初めから世界各国に漫画家志望生が世界各国での活動を支援する漫画センターです。あってほしいです。それでその漫画センターではこの世界各国の漫画家志望生たちが自分の国の言葉で漫画を学ぶことができます。ここは多言語教育プログラムが必ず必要です。いわば学校でも構いません。グローバル漫画センターを学校という形式で理解してもいいです。私が教育プログラムを運営する必要がないということは、一国のための漫画センターであり、このグローバル文化センターまたは漫画学校は漫画教育は必ず必要なのに、
多言語を最初から支援するんです。そしてグループで集まるから、その自国の故郷の食べ物を食べることができます。そして情報も接することができます。そんなことができるところだったらと思います。そして当然グローバル進出のために望む国、場所、目的のプラットフォームで活動できるようにするためのサポートプログラムを運営します。なんであえて必要なのという質問をすることもあるでしょう。なぜ必要かというと、漫画家たちの世界はよほどのことがないと安定しないからです。漫画家たちはほとんど長い時間や一生経済的に安定せず、経済的危機をしばしばまたは継続して経験します。つまり漫画家になったら、じゃあ自分でやってみて。するのではありません。安くうまくいけるところで漫画に専念できればいいです。それを集めてやってくれるところがあればいいなということです。それでこういうことをずっと構想してみました。グローバル漫画センターが私の故郷韓国の元州市というところがあります。ここにいたらいいなと思いました。それで何人かの仲間を集めて少しずつ構想していました。残念ながら結果的に失敗しました。本当に残念ですが、今現実的に私が関与するには埼玉行田市に建てるといいと思います。皆さん、この行田市は本当にいいところです。具体的に構想して進めたことはないが、そして北米にもあったらいいなと思います。北米のどこかに、LA やテキサスのどこかにいるといいと思います。漫画センターが漫画家志望生と新人漫画家のために何を支援すればいいのか、どんなことをすればいいのかに対する私の考えでした。さあ皆さん、ありがとうございます。バイバイ。